大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、長寿梅、バラ科のボケ属というかですね、ボケの仲間ですね。で、長寿梅っていう非常に人気の、四季咲きとよく言われてますけど、これはほったらかしてたら四季咲き咲かないんですよ。これはですね、はい。で、バラ科ですのでバラの性質を持ってますから、ほっとくとどんどんこうやって伸びるんですよ。で、だいたい春暖かくなってきてから葉っぱが出て新芽がどんどん伸びてくるんですけど、これは今年の春からずっと伸ばしっぱなしにしてた分です。で、なんで伸ばしっぱなしにしてたかっていうのは後でまたちょっと説明しますけど、うまくタイミング見て剪定をすると年間だいたい4、5回、5、6回剪定のチャンスがあります。で、いつ剪定するかっていうと、要は最初新芽が出てきた時触ってもらうと分かるんですけど、非常に柔らかいんですよね。で、それが硬くなってきたら切り戻すというやり方なんですけど、これちょっと寄ってもらうと分かるかな。当然バラ科ですのでトゲがあるんですよ。梅やらボケでも伸ばしっぱなしにするとトゲが出てくるんですけど、こういうトゲが出てくるんですね。で、トゲが出るとそこの枝にはちょっと花がもう何かつかないという形になりますから、伸ばしっぱなしにすると花が逆につきにくくなると。で、伸びて硬くなったら切る、伸びて硬くなったら切るという繰り返し、簡単な剪定ですね。それだけやるだけで花はちょこちょこ花をつけてくれるという性質のものです。で、さっきなんで伸ばしっぱなしにしてたかというとですね、長寿梅っていうのは逆に真冬は別ですけど、真冬以外だったらいつ頃、春だいたい3月ぐらいから花が咲くんですけど、3月ぐらいからだいたい11月12月ぐらいまで花が咲くんですよ。で、その間いつ花を咲かせたいっていうのがある時はですね、それ操作ができると、剪定の仕方によってですね、そのためにちょっと伸ばしてるんですよ。で、これ6月のちょっと末頃にですね、末中旬から末ぐらいでちょっと長寿梅花を咲かせたやつをちょっといるもんですから、で今伸ばしっぱなしにしてたんですけどね。で、早速もちょっと剪定をやっていくんですが、今バーッと伸ばしてますけど、これをですね、もう元の形ぐらいまでがっつり切り戻す。ここちょっとまだつぼみがありますので置いときますけど、葉っぱを1枚2枚残したところで切ってしまうと、こういう風に切ってしまうんですね。で、こうやって切っとくとだいたい1ヶ月半、1ヶ月ちょっとでしょうかね。1ヶ月半までかからないけど、剪定した後そのぐらい待つと花をバッとつけてくれるという、そういう性質を持ってるんですね。だからいつ花を咲かせたいっていうのがある場合はですね、それをこちらで剪定をするやり方で、剪定するタイミングですね。で、花を自由にというとおかしいですけど、例えば展示会なんかがあるときはそれに合わせてだいたい1ヶ月から1ヶ月半ぐらい前に刈り込むと、そのぐらいの時期に花が咲くというふうなものですね。だから春はだいたいもう3月ぐらいから咲くので、だいたい11月12月、1月でもいいけど剪定をしとかないといけないのでですね。で、咲き始めの時期っていうのはだいたい似通ったもんですけど、その後は剪定するタイミングによって花をつけることが可能という。だからうちなんかだと春と秋2回木市があってですね、11月、春はほっとっても花咲くんですけど、秋11月に木市があるんですね。だから10月に入るか入らんかぐらいでがっつり刈り込むんですよ。それまで夏以降バーッと伸ばしっぱなしにしといて、で刈り込むとだいたい木市11月の時には花満開になるという形で、愛好家の方なんかがお見えになった時、なんで今の時期こんな花が咲いてるのっていうふうに質問されるんですけど、だいたい10月入るか、9月の末から10月頭ぐらいでがっつり刈り込んであげると、1ヶ月か1ヶ月ちょっと後にいっぱい花が咲くと。刈り込まないと咲かないってこと？刈り込まないと咲かないんですよ。そんな教えていいんですか？
よくお客さんにも説明するやつなんですけどね、伸ばしっぱなしにするとなかなか全く咲かないわけじゃないですよ。でもその年はほとんど花ないでしょうね、伸ばしっぱなしにすると。でトゲが出てチクチクするのも刺さりますからね、結構きついトゲがあるんですよ。だからこういうの嫌われますので、剪定をしないとこういうトゲトゲがありますからね。でこれはちょっと木がちょっと古いんですけど、これなんかもこう伸びてますけど、まだこれちょっと今花がだいぶありますからね、結構花つきがいいので今でもずっとこうやって花があるんですけど、こんなんやってちょっと刈り込んどくとまだ今でもつぼみがまだありますので、まだしばらく楽しめるかなと思うんですけど、こういう苗物なんかでこれは長寿梅のこれは白ですね。赤と白とあるんですけど、これは白ですね。で白花なんですけど、これも春いっぱいこれに咲いてたんですけど、ずっと春以降伸ばしっぱなしにしてた分ですね。これもだから先ほど言ってたようにこうやって全部こうやって切っていきます。その切るポイントとしては、はい、新芽が出てる部分こう見たら分かると思うんですけど、これ全部新芽なんですね。だから葉っぱを1枚ぐらい残して、1枚か2枚残して切ってあげると。でちょっと枝をここ伸ばしたいなっていう時はそれでもトゲのないところで切ってあげないといけないですね。トゲを残さないように、例えば、ここだとどこら辺からトゲがあります。これは結構先ですね。この辺からトゲがあるので、この場合はこの辺で切ってもらってもこの枝としては花は出ますけど、先っぽだけトゲがつくんですか？いや結構ですね、真ん中ぐらいからバーッとつきます。これなんかはこんなしてますけども、ちょうどここ枝分かれしてますけど、枝分かれしてもうこの辺からトゲがありますから、こういうのですね。だからもう枝のないところで切ろうと思ったらこういう形になってきますので、ただ刈り込んであげた方が花つきは良くなります。これもですね。でこれも1個ここあったな。こういうふうにトゲのないところで切ってあげる。大体でも刈り込んであげた方が花つきは良くなりますね。だから葉っぱを1枚か2枚残して刈り込んであげると、どうしてもここに枝を作りたいという時はさっき言ったようにトゲは残さない方がいいので、こういうような感じでですね。で長寿梅っていうのはどちらかというと上にパーッと伸びるというよりは横に枝がこういくんですね、芽が出た時にですね。だから時々そういうのを矯正するのに針金を使ったりするんですけど、長寿梅は意外とちょっと針金を嫌うというかですね、あんまり針金をこう巻くと花つきがちょっとその年悪くなりますね。なんでしょうね、縛られるのが嫌なんでしょうかね。昔からその針金を嫌うっていう性質がちょっとありますね。だからどうしてもここに枝を作りたいという時はしょうがないですけど、なるだけならハサミ手入れだけでこう作っていかれるといいかとは思うんですけどね。こんなすっきりさせていいんですか？すっきりさせた方が花がつくんです。すっきりさせとかないと花つきが悪くなりますので。で長寿梅っていうのはですね、持ってらっしゃる方なんかはよく愛好家の方はやってらっしゃると思うんですけど、未生種ですね、種から作ることもできますし、挿し木もできるし、挿し木も大丈夫？挿し木も全然できますね。で根伏せ言うてですね、植え替えの時にこう出た根ですね、根っこを片方、上の方を空気中に出しとって下の方は土に入れとってってしとくと、それで津軽と根伏せの良さっていうのはですね、鉢の中でこう回ってますので、その根を取った時に針金ではなかなかこう曲げれない曲というか、そういうのが自然にこうできてるもんですから、そういうので根伏せをするっていう方は非常に多いんですけど、
でどっからでも増やすことができると、作ることができると。ただし、この長寿梅っていうのはとにかく太るのに時間がかかる。ほっときゃ伸びるのはどんどん伸びるんですけど、木が太らない、なかなか太らない、年数がかかるという、植物というか木ですね。だから意外とこんなちっちゃいのにこんな値段するのっていうのは、時々あるんですけど、それだけ年数がかかってるとってことですね、いうやつですね。で長寿梅の植え替え自体はですね、やろうと思ったら一年中いつやっても大丈夫というかですね、やり方はちょっとありますけど、比較的いつやっても大丈夫と。ただし春皆さんよくどうしても皆さん春に植え替えをしたがるんですけど、春にやってしまうとですね、その後要は水を本当に必要とする夏が来るんですよね。だから春の植え替えの時にあんまり細かい根を全部取ってしまうと、水を吸う根が熱くなった時にないという状態ができますので、だいたい長寿梅を枯らしてしまう人の多いのは、植え替えで失敗する時っていうのはだいたい春に植え替えた時ですね。あとはさほどでもないんですけど、どうしても春の植え替えをする時にこういうのでも、ちょっとちっちゃい鉢に入れてちょっと可愛く作りたいという時にどうしても根を切ってしまうんですね。そうすると夏本当に水を必要としている時に、根がないという状態ができますので、そうするとどうしてもやっぱ最悪の場合枯れてしまうと。だから春もちろん植え替えをしていいんですけど、細かい根はなるだけ残すようにしてあげると、それも防げるかなと。で結構水を好む植物なので、ところが石突きとかああいうのによく使う方いらっしゃるんですよね。だからそういう時も、保水性のある、水を確保できる作りにしてあげないといけないですね。で一番いい時期っていうのが実は夏から秋口、8月から9月、その頃が植え替えの一番いい時期です。で、なんでじゃあそれでいいのかっていうと、夏終わって秋口がっつり切って、でそれからでもまだ根は出るんですけど、でその後何が来るか言ったら冬場の今度は休眠期が来ますので、そこである程度根を処理してても大丈夫と。そんなに水が必要ではないですね。で、最初にバラ科でボケ属という話をしましたけど、ボケなんかはもう春植え替えをすると根の病気ですねが入ってしまいますのでね、ボケなんかの植え替えの時期っていうのはだいたい秋口9月から9月の宮崎この辺だと9月の中頃から後半ぐらいでしょうかね。関東とかあっちの方だと9月も入ってからでも全然大丈夫と思うんですけど、春は植え替えしないんですよ、ボケなんかはですね。で9月秋口に思いっきり刈り込んで同時に植え替えをしてあげると、ボケの場合ですね。でボケの仲間っていうのも言いましたけど、やっぱだからこれなんかも夏場8月から9月ぐらいが一番いい時期ではありますね。あんまり気にしなくても大丈夫と。ただあんまり夏場ちょっと日が強いのはですね、水を好むと言いましたけど、やっぱ水切れしやすくなりますから、真夏一番日差しが強い時期だけはちょっと寒冷車みたいなのがあるといいかなと思いますけどね。結構これ今日ちょっと根がパンパンだったら根伏せのある根を取ってみたいと思ったけど、意外と根がまだ育ってないもんですからね、ちょっとこれはまだ取れないのでですね。で赤花と白花があるんですけど、もう見て分かるように白花って結構葉っぱが大きいんですよね。割合どのタイプのやつも葉っぱちょっと大きめです、白花は。で葉っぱの色もちょっと薄いですね。赤花の方は濃い。とにかく、針金はちょっと嫌う性質があるということだけちょっと覚えておかれるといいかもしれないですね。で長寿梅はですね非常に
人間でいう性格というかですね、あれが非常にはっきりしてまして、花の咲かないやつはもうどうやっても咲かない性格ですか。その木の持ってるあれですね。だから花のつきやすいやつっていうのは、まあ大概にやってても剪定さえしとけば花がつりつくんですけど、やっぱり花つきのいいのと悪いのと正直あるんですよ。だからまあ長寿梅を購入される場合なんかはですね、まあ花のついてる春とかですね、あとはまあそこのお店で、どのぐらい花が咲くもんかよく聞いてもらって、それから購入された方がいいでしょうね。例えばまあ長寿梅という名前とか、形だけで買ってしまって、もう花が咲かんがっていうのがで、花の咲かせ方とかいろいろあるみたいですけど、結構今までやってて咲かないやつはどうやっても咲かないと、過去に経験があるんですけどね、まあどうやってもいろんな方法試してみましたけど、本当にこれは長寿梅やろうかと思うくらいですね、咲かないやつは咲かないっていうのがありますね。だから、あれを木をですね、結構まあまあ古い木だったんですけど、7、8年いろいろ手この手頑張ってやったんですけどね、まあ1年に最低1輪2輪ですね。それもその1回だけですね。咲いてもですよ、咲かない年の方が多かったですけどね。だからさっき言ったようにこう伸ばしとって剪定してとか、伸びたら切り伸びたら切りとかいろいろ試してみたんですけど、まあ土を変えるなり肥料をやったりやらんかったりとかいろいろなこと試したけど、咲かないやつはなんかどうしても咲かない。だから非常にこうまあ性格というかですね、性質というか、そういうのがものすごくはっきりしてるんじゃないかなという気はします。はい、だから、長寿梅をもし求められる場合は花が咲いてるやつを買われるのが一番いいかもしれないですね。花付きのいいやつはもうどんなやっててもやっぱ剪定さえちゃんとやってれば咲きますので、あと花が終わった後にこう種ですね、こう実がなるんですね。バラですし、ボケなんかでもそうですけど、花の後にこう花柄ほっとくと実ができるんです。当然その中に種ができますから、もし未生で種を取りたい場合にはだいたい春に咲いた花のやつで実ができて、まあ大概は落ちるんですよ。でポロッと落ちちゃうんですけど、時たまこう残るのが出ますからね。でああいう残ったやつをだいたいそうですね、7月ぐらいまで置いとけば結構種が中できますかね。その代わり確実に木は弱りますよ、種をずっとつけとくとですね。だからまあ花が終わったら、まあできたらこうちょっとこう軽く握ってねじってあげれば簡単に取れますので、まあハサミをもちろん使ってもらってもいいですし、手で取ってもらってもいいですし、まあできたらあんまり実は残さない方がいいかとは思います。木のためにはそうですね。でまあ種で根気強く作るっていうのもいいですけど、挿し木でも寝伏せでも簡単に巣があるのでですね、そういった意味では種でちょろっと出てきたやつを何年もかけて作る、まあそれも一つの楽しみですけどね。先ほども言いましたが、とにかく太るのに年数がかかりますので、まあちょっとそれよりは挿し木でしてあげるとかした方が手っ取り早いとは思いますけどね。だからあんまりこう種から作る人はあんまりいらっしゃらないかもしれないですね。まあ4月頃からバーッと伸び始めて、今結構ほったらかしてる人は伸びてるはずですから、今思いっきり刈り込んどくと、まあ6月の中旬後半ぐらいには花が咲き始めますので、ちょっとやってみられると、いつ剪定したってこう記録しておくといいかもしれないですね。でまあそこそこの管理によっても若干のズレはあるかもしれないので、まあいつ頃何月頃花をつけたいなと思ったら逆算して、その時にそれまではちょっと伸ばしといてですね、でその時に剪定を思いっきりしてあげて、でっていうことができますのでね、まあちょっと挑戦してみられるのも面白いかと思います。あと大場さん、こう肥料はどうなんですか？まあ肥料はまあそんなに肥料やらないからどうこうっていうのはあんまりないんですけど、まあやるので一番やっぱり秋の肥料をしっかりこうやっておくといいかと思いますよ。だから、9月以降10月11月ぐらいから肥料をこうしっかりその頃にやっておくと、まず春の目立ち良くなりますからね。で春の目立ちが良くなるということは木にそれだけ
力を蓄えてるということですから、当然もともと花つく性質のものだったら花もいっぱい咲くでしょうし、芽がまた出ればですね、いろいろ先の楽しみがありますよね。何月頃花つけたりとかいうのができますからね。全く伸びないよりは伸びてくれた方が逆にいいわけですから、はい、でその頃に肥料をあげとくといいかもしれないです。で一回春わーっと花が咲きますから、その後にちょっとお礼声じゃないですけど、少量の肥料をあげることは有効だと思います。はい、あまりどさっとやる必要はないですけど、有機系のやつが一番いいとは思いますけどね。肥料ちょろっと少量の肥料をやっていくっていうのもいいとは思います。はい、っていうところで、今回は長寿梅の剪定の時期というかタイミング、あと花を咲かせたい時にはどうしたらいいかとか、そういったお話をちょっとさせていただきました。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。